日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時くらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、チャトラのまさるくん、シロちゃんのゆりさん、あと、三毛猫のたまちゃん。画面に収まっておりませんが、白黒のクータくん、グレーのグーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかな。藤子さんに誕生日プレゼントあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はーい、ぴょんさん。なんてこった、ジャスティス。京子さん、ジャスティス、ありがとうございます。では、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様が、この番組のうち今までございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことを、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース。結局猫もいなくなっちゃったな。たけしジャスティース。今日は塩入りのお湯、はい、お湯ですな、これな。カリカリ、割と減ったな。なんかどうもこのカリカリちょっと好きみたいなんだよね、にゃんこたちね。まあ飽きちゃったらどうかわかんないけど、まだ出したばっかりだから飽きてないからっていうことなのかもしれないけど、割と食べんだよね。だからちょっと出してあげて、なくなったらちょっと出してあげてっていう作戦なんだけど、結構気づくとなくなってるんでさ、今日4回くらい足してやったんじゃないかと思うんだよね。で、さっきまたなくなってたんだけど、まあもうすぐカリカリタイムだからと思ってね、今新しいの出してやったんだけど、ほぼ食べたもんね。やっぱりなんかちょっとこのカリカリが好きっぽいな、にゃんこたちはな。てったまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。坊主は本日もお付き合いよろしくお願いいたします。
カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。ボーゾワ、本日もよろしくお願いいたします。ひょうこさん、ぴょんさん、てんたまさん、こんばんは。ボーゾワ。ぴょんさん、ナイスパ、ありがとうございます。あれ、ハートが消えちゃった。あれ、そういえばここにあったハートなくなったな。よかったな。読みやすくなったぞ。高評価はつけらんないよな、相変わらずな。つけらんないな。はい。カニタンさん、ニャイスパ、てんたまさん、ピヨンさん、ボーナス確定、ありがとうございます。京子さん、カニタンさん、こんばんは。ね、そうだ、5000円札。新札の5000円札って誰なんだろうな、そういえばな。さすがにお湯は熱いな。さすがにお湯は熱いぞ。あ、今日はさ、エアコンついてんね、珍しくっていうかさ、私的にはまだね、なんか首に冷たいの巻いてさ、で、冷たい飲み物飲んで、で、扇風機回ってれば、ね、過ごせなくはない感じの気温ではあったんだけどさ、なんかもうね、クータがね、もうにゃんこたちというか、なんかクータがね、叫び始めた。ね、なんか、わー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 言って、ずっとなんか止まんなくなっちゃったから、これダメなのかと思ってさ。で、にゃんこたちもね、なんかさ、息荒いしさ、なんかね、ダメなのか、これ。もうこれダメなのか、やばいなと思ってさ、この部屋エアコンないのやべえなと思って、とりあえず今日はお客さんいないしな、あっちの部屋のエアコンつけて、またしても今年もな、エアコンつけっぱ作戦が始まるのかなっていう感じでな、7月のね、頭からエアコンつけっぱ作戦始まったけど、これから3ヶ月ぐらいかな、8、9、7、8、9って3ヶ月ぐらい、ね、エアコンつけっぱ作戦かな、みたいなね、いくらになるかしら、今年は。いくらになるのかしらって感じね。エアコンつけっぱは、気温じゃない。設定温度が28度で、扇風機ね、あっちに持ってって、でね、あっちに持ってったけど、コンセントは相変わらず足りないまんまなんでさ、1個足りないんで、結局延長コードを持ってきて、それにね、つけて、とりあえずなんとかなってな。もう延長コードをせっかく片付けられたと思ったのに、また出してきてさ、みたいな感じな。コンセントばっかではどうにかならないのか、みたいな、なんだっけ、何の話だったっけ。で、扇風機を、風向きをね、エアコンの風向きを上にして、で、風量は自動だったかな。で、設定が冷房で、扇風機をね、下向きで首振りにしてたんだけどさ、古い、扇風機は首下向いてくれるんだけど、新しい扇風機がさ、あんまり下向かない、ちょこっとしか下向かないんでね、だから、あんまりいいなと思うんだけど、省エネなんで新しい方のがさ、だから電気代のこと考えたら、こっちの方がいいんだろうなと思ってね、今年は新しい方の、扇風機をね、使っておりますよって感じでございますよ。はい。でさ、今日新しくね、シーツさ、冷感のやつ、冷たい感じがするっていうやつさ、届いたんでさ、早速つけてやったんだけどさ、これすごい、吸い込みが早くって、冬のはさ、毛がね、生えてるからさ、弾くんだよね。だから、ゆいたんがおしっこしてもすぐに拭けば、なんてことないんだけどさ、これ一瞬で吸い込むみたいでさ、もうすぐに拭いても全然もう吸い込んじゃって、参ったねっていう感じでございますよ。はい。で、今日は、あれだ、また、またウジ虫が、またウジ虫出てよみたいなね。そういえばピンクだね、これね。5000円でピンクってことは、
1万円は何色になったのかな、色変わったのかな。カニタンさん。バースデープレゼントですね。ありがとうございます。てんたまさん、もしかして前祝いではね、また多分前祝いだ。多分前祝いだ。明日はまた違うのがあるはずだ。ピヨンさん、藤子さん、フォーエバー。来年、あと1年の、あと1年生きるつもりだけど。てんたまさん、当日はミラクルニャンスパが期待できるかもね。何色のスパチャになるのかな。何色なんだろうな。新しい渋沢栄一のね、なんだっけ、スパチャは何色になるのかな。ピヨンさん、明日休暇折れて嬉しかったので、よかったね。おめでとうございます。ハニタンさん、例えば、バースデーのお祝いオフ会したらどうでしょう。いいね。お誕生日会な。ケーキなしだよ。ケーキなしで。テータマさん、休暇取れたのは嬉しいですね。バースデーオフ会開催決定ありがとうございます。ね、そう、だから私がケーキ食べれないんでね、うちの母親は苦労したみたいだよ。誕生日会な。なんかいっぱいおにぎり作ってくれてた気がするな。なんかそれを覚えてるかな。だから、幼稚園とかさ、子供の時ってさ、お誕生日会するじゃんか。で、なんだっけ、招待されて行くからさ、自分の意もやらないわけにはいかないみたいな感じでさ、一応1回ぐらい、やったと思ったら2回はやってないと思う。1回ね、なんか誘われてうちだけやらないっていうわけにもいかないからみたいので、なんか一応やったと思うんだよね。で、なんか私は覚えてないんだけど、おにぎりがとにかくいっぱいあって、で、来た子たちはそれをすごい覚えてたみたいだよね。なんか誰々ちゃんちはどうたらこうたらとかってやっぱりね、なんかいろいろ特色を覚えてんだけど、とにかくうちはおにぎりがいっぱいだったみたいで、おにぎりがいっぱいだったって、なんか誰かが言ってたなっていうのを覚えてて、いや、そっか、うちはおにぎりいっぱいだったんだなっていうのだけ覚えてるんだけどね。だからケーキないはず。ケーキないはずよ。で、まあ、ケーキもどきっていうのかな。一応ケーキ作ってくれたことが1回あって、で、それはね、アイシングっていうの、クリームじゃなくてね、砂糖のさ、溶かしたやつで、白くコーティングして、で、まあ、ケーキっぽくして作ってくれたと思うんだけど、とにかく私はそのアイシングっていうものがなんだかわかんないけどさ、見た目が白いんで、もう見た目が白いものイコールクリームだと思ってね、手つけなかったわけよ。子供の時はな。だからせっかくそんなことをしてくれたにもかかわらずな、親の心こしらずでね、食べなかったんだよね。で、結局母親が自分で食べてたと思うんだけどさ。だから、だと思うんだけど、まあ、それっきりな、私のお誕生日会はなく、みたいな感じよ。ね、だからね、ばあちゃんがね、白あえをね、作ってあったんだよね。で、白あえっていう食べ物私知らなくて、で、白いからね、乳製品だ、乳製品だっつって。で、これは乳製品じゃないよって言われても、いや、白いから嫌だっつって食べなかったんだよね。今は白あえ大好きだけどさ、ほんとすいませんっていう感じだったな、今思えばな。で、今なんかね、私ね、あれよ、ぎっくり腰かもしれない。腰が急に痛くなっちゃって、やべえな、これ、身動き取れないぞ、みたいな感じなんでね。ゆりさん、そこでおしっこしないでくれると嬉しいな。とっさに動けないからよ、みたいなな。なんだっけ。レインボーニャイスパ、待ったなし、レインボーなのか。1万円は。てったまさん、昭和のお誕生日会は、おにぎり、サンドイッチ、ポッキー、確かにポッキーあったかもしれないね。欠かせません、そう。で、自分で覚えてるのは、
お母さんが結構ね、若くして死んじゃった子がいるんだよね。幼稚園の時に、なんか一番この子がお母さんに愛されてるんだろうなって思われる子が、やっぱり一番盛大な誕生日会だったと思うんだけどさ、もうとにかく幼稚園の子全員呼んだんじゃねえのかぐらいな感じの盛大な誕生日会だったんだけど、で、それですごい印象にあったんだけどね。なんか次の年にはもうね、癌かなんかで亡くなっちゃったんだよね。で、っていう感じだったんだけどさ、その誕生日会でね、ゼリーがあったわけよね。で、私、もうその時から存在がね、薄かったっぽいんだよね、その時からね。だからみんなゼリーが配られてるのに、私だけないっていうね、現象があって、でもみんなそのゼリーにね、麦チョコを、入れて、気持ち悪いことするよね。みんななんかね、ゼリーに麦チョコ入れて、で、食べてたんだよね。で、それがうまいうまいっつって大騒ぎしてて、で、私もそれどうしてもやりたくて、で、そのお母さんに私の分のゼリーがないって言ったわけよね。そしたらなんか急いで作ってくれたみたいで、いや、ゼリーなんかよくそんなね、急遽作れるよなっていうのか、まあすごいなってさ、思うんだけど、なんかね、ちょっと待っててねっつって、作るからって言って。だからみんなよりも、でっかい、ちょっとでっかいゼリー出てきたんで、やったーみたいな感じだったんだよね。で、やっとな、もうみんなそのゼリーに麦チョコはもうね、ブーム去ってるのにさ、私だけ私だけね、遅れて麦チョコ突っ込んで普通に食えやって感じなんだけどな。やったーと思って、ようやくだと思って、麦チョコにゼリー入れて食べたなっていうことをさ、すごい覚えてるんだ。だから誕生日会って言ったらそれしか覚えてないんだけど、だからほら、いじめられっ子だったじゃんか。だからね、あんまりね、行かなかったんだよ、誕生日会さ。だからそこの子は、私のことをいじめてたわけでもないし、で、そのお母さんがね、分け隔てなくっていうのかな。誰でも平等に扱ってくれる感じだったので、だからその子んちの誕生日会は確か行ったんだと思うんだよね。で、まあ、あと呼ばれたのは、行きたくないけど、行きたくないけどな、子供なんで断るっていうことはできないのでね、もう行くしかないんで、で、なんか参加して、で、結局いじめられて帰ってきたんだろうなっていうね、思い出はあるんだけど、みたいなね。まあ、そんなお誕生日会の思い出が私にはございますね。えーっなんだっけ、そう、ポッキーあった気がするね。そう、で、ほら、CM でさ、なんか冷たいドリンクにポッキーを入れてさ、で、冷やして食べてたじゃん。で、水に入れて大丈夫なんだっていうのが、それが衝撃でさ、で、それがすごい美味しそうなんだよね。で、それをやりたくてね、なんかわざわざポッキー買ってきて、で、なんか冷たいドリンクに入れて、なんか食べたことがある気がするよな。それやったところで、別にうまいわけでもなんでもなかったので、で、一回やって気が済んだんでね、もう二度とやってなかった気がするけど、そうだよね、あったよね。ぴょんさん、ケーキって小麦粉、ふくらし粉の、オーブンだな。小麦粉、ふくらし粉のオーブンだろうね、多分ね。ぴょんさん、ゼリー麦チョコやだやだ。なんかね、切り込みをね、入れて、そこに麦チョコ突っ込んで、で、一周させてね、で、食って、うまいうまいっつって、みんなしてやってたんだよ。それ私もやりたいっつうのでね、私のがないって珍しく主張したんだよね。自分の意見をな、そこでな。ぴょんさん、藤子さんかわいいから、水に入れて大丈夫じゃないよ。水に入れて大丈夫。なんだ、ポッキーポッキーの話かな。てんたまさん、またおしっこしたよ。
なんかどうもゆりたんはこの新しいシーツをさ、おしっこシーツとなんかシートと勘違いしてるみたいでさ、なんかここにおしっこしまくってっからさ、せっかく新しくてさ、ね、届いた後につけたのに、もうすでにいっぱいおしっこされてて、どうしましょう。どうしましょうっていう感じな。ーっと、てんたまさん、クラッシュアイの入ったグラスに突っ込むんですよ。あ、水はダメなの。水ダメだった。なんか冷たいドリンクに入れて平気だったんだよ。で、確かにな、冷たければチョコが溶けるわけじゃないから、あ、そりゃ大丈夫だよねって思ったんだけど、ダメなのかい？クラッシュアイの入ったグラスはね、氷が入ってないとダメなのかな。ゆりさん、CC タイムね、もうなんかこのシーツをもうね、トイレと勘違いしてるみたいでさ。そうで、昨日、そう。で、このね、暑くなってるにもかかわらずさ、このこたつにさ、布っていうのかけてやんないと、かけるまで永遠にゆりちゃんがさ、泣き止まない現象があったんだけど、さすがにここ数日暑くなってきたんで、そのね、なんか布をかけるっていうのをやらなくても、泣かなくなったんで、泣かなくなったんで、ああ、よかったよと思って。もうタオルケットかけなくても大丈夫なんだと思ってね、もうこれ暑いからさ、と思ってたんだよね。どうした今度は BL タイムかな抹茶がな。元気でよかったよ。猫が元気でよかったよ。でさ、そっか、タオルケットかけなくていいかと思ってな。で、昨日暑かったから夜さ、何もかけずに寝たわけよね。何もかけずに寝たらね、やっぱりね、ゆりたんはどうしても私の上でおしっこをしたいみたいなんだよな。私が寝てるとさ。なんだ今度は食うたかよ。にぎやかだな。はい、リエルタイム。はい、スタートいたしました。なんでさ、もう昨日2回3回ぐらいね、ゆいちゃんにさ、おしっこを引っ掛けられてな、あ、もうこれダメだと思って。しょうがないからね、またおしっこシートをね、かけて寝るしか暑いけど、ないのかなみたいな感じ。ただまあ、またね、エアコンつけっぱ大作戦が始まったから、まあ多少はちょっとマシかなとは思うんだけどな。ゆりたんがすげえ不思議そうに見ている BL タイム。また来たよ、ゆりたんな。これ終わったらお風呂入るかいね。今日はお風呂入ってないからね。ね。で、そう、今日はさ、そうなんだよ。だから、エアコンつけっぱ大作戦が始まったんで、部屋が涼しいんでね。で、水を飲んでたわけよね。なので、塩入りの水は飲んでなくて、水をちょこっとだけ、しかも、なんか口寂しいから飲むみたいな感じで、ちょこっとだけしか飲まなかったんでさ、また朝沸かしたお湯がたっぷりポットに残ってたんでね。で、まあ、それで塩入りの白湯にしたんだけど、さすがにお湯飲んじゃうと、あっちいなっていう感じでございますね。そうで、あれよ、今日は、あれまだやってるよ。まだやってるよ。どうしよったかな。はい。今日はさ、ゴミ捨てだったんだよね。ゴミ捨ての日でさ、そうだ、ゴミ捨てしなきゃなんて思って、で、ほら、猫トイレのさ、下ね、上下っていうか、前、後ろ、前後か。前後入れ替えるんだけどさ、木曜日は。なんかね、一個引いたんだよ。ぐーちゃんとたまちゃんが使ってるトイレ前にさ、うが湧いたところのトイレ。したらさ、なんか、また、なんか見覚えがあるなと思ってよーく見てたらさ、動くからさ、またうじがいると思って、で、一匹だけ最初見つけたんだよね。で、とか思って、まだ泣いてんのかい？まだ納得いかないのか、まちゃはな。んでね、一匹だけだけど、
この前変えたばっかだからさ、とかって思って、でね、でもよくよく見たらさ、シーツっていうかそのトレイの上にね、シーツの上にさ、ウジ虫がまたさ、いたわけよ。で、なんだいっぱいいんじゃんと思って、で、ってことはまた砂かと思ってさ、で、しょうがない。でも、まだ持つはずだからもったいないなと思って。で、今日はさ、お風呂でその砂をさ、なんだ、丸洗いというか、水かけて、ね、なんとか、ウジ虫流れてくれないかなと。一生懸命、ゆすぎ洗いっていうのかな、して、で、天日干しっていうのを晴れてたんでさ、なんか干して。で、まあでも全体的には乾いてないだろうから、どうかなーなんて思ってね、ちょっと不安だったので、除菌スプレーして、でね、置いといたわけよね。そしたら、たまちゃんが納得いかなかったみたいで。今度はたまちゃん騒いでるしさ、みたいなね。うちは賑やかでございますよ。そんなんで今日もさ、またと思ってさ、だってつい最近さ、2、3日前だったっけクーターのビチグソで汚れてたさ、にゃんこトイレさ、ようやく洗ったと思ったのにさ、今度はな、こっちかいみたいな。またかよと思ってな。ね。で、今日はほら洗濯昨日ね、そう、昨日、あれ、筑波山に行ったのね。昨日、筑波山に行ってきたのね。で、帰りが遅くなっちゃったのでね、だいぶ休んだ。だいぶ休んだよって感じ。そうでさ、今日、風呂場でね、にゃんこトイレ洗うときにさ、膝を思いっきりぶつけてさ、すごい、すっげえでかい。青タンっていうのこれ、紫色になってるのは、紫色になってるのは、ムラタンとか言わないなんかね、すげえ、青タンあざが、紫色のでかいあざがね、久々にできておりまして。膝っていうか、肘をさ、この縦膝でついた時にさ、痛かったわけよね。で、あれと思ったらさ、あざできてて、ああと思ってね。で、その時はまあまだ青タンみたいな感じだったんだけど、なんか今紫。紫になって、紫色のスパチャはいくらですか？そういえば、まだね、診察ゲットした人は一人もいない。一人もいなかったな。なんか銀行すごい並んでたらしいじゃんか。なんか入場制限みたいのかかって、ね、なんか受け取れる人は何人までみたいな感じだったみたいだもんね。うんね、言ったね。ね、はい、いい子だね。クラッシュアイズ。ピョンさん、猫大好き、フリスキー。フリスキーじゃないんだけどね、これね、なんだろうね。イオンの、グリーンビーンズで、買った猫のカリカリなんだけどさ、なんかどうもそれが気に入ってるっぽいのでね、買い足しておいたんだよね。まあ、次、また割引高、ポイントつく高になったら、買おうかなと思いつつね、まだそれらのものはないので、買い足してはおりません。ピヨンさん、青タン紫でも青タンなのね。ムラタンとかは言わないのね。了解しました。で、昨日は筑波山に行ったんだけど、思いがけず、登山だった。登山だったよね。だっけ、ケーブルカーと、ロープウェイ使って、で、まあ、初心者の人でも無理なくね、筑波山登れますよっていうので、それ使えば余裕だぜとかって思ったんだけど、ロープウェイで上まで行っ
で、ちょっと歩くんだよね。で、ケーブルカーロープウェイケーブルカーの乗り場に行って、で、ケーブルカー乗って、でね、往復もできるっていうチケットだったんだけどさ、その、ちょっと歩くのが、まあ、登山だったよね。あれと思ってたのと違うっていうのでね、すげえ、昨日は必死こいたなっていう感じだったね。もう無事帰ってこれてよかったよと思って、これ帰れないのかなと思ってさ、ね、この前、なんだっけ、寝袋買ったけどさ、寝袋買ったけど持ってきてないし、だいたい寝袋だけじゃ山の中で、ね、なんだっけ、キャンプはできないしっていうのでさ、いや、これ帰れなかったらちょっとシャレにならないと思ってね、撮影せず、撮影せず帰りはな、やばいと思って、本気出して、なんとか帰ったら、なんとか間に合った。撮影してたら間に合わないだろうけどな。撮影しなければ確かに書かれてる通りの時間っていうのかな。でね、行けたけどさ、撮影しながらだと、これ何分かかるんだと思ってね、これ帰れんのかなってすごい、いきなりそこで不安になって、やばいとこ来ちまったぞと。ちょっと昨日は不安だったね。大樹さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとーくやっておりますよ。てんたまさん、大樹さん、こんばんは。いきなり登山、そう、思いがけずね、乗り物乗るからいいだろうと思ってたわけよ。なんか YouTube 調べるとみんなね、なんか登山するわけよね、普通にね、その乗り物に乗らず、バスでその、山のふもとなのかなまで行って、で、そこからみんな登山していくわけよ。いや、あれ登んのと思ってさ、だって結構すごかったよ。すごい斜面だったよ、そのロープウェイにしてもさ、ケーブルカーにしても。で、自分がさ、そのちょっと歩くところもさ、なかなか大変だったよ。それさ、山全部登るの、この人たち。と思って、それでよくさ、ね、なんか涼しげな顔して、なんか撮影してね、すげえなって思いましたよ。またここに一つあるよ。ね、マキがああやって大騒ぎするからさ、お腹空いてんのかと思って、で、見るとお皿が空になってっからさ、ああ、そっか、それで泣いてんのかと思ってさ、で、じゃあって言ってカリカリ出してやるとさ、マチャ食べないんだよね。うん、ほんとさ、確かにマチャはさ、もう痩せてて、もうちょっと太ってくれないかしらっていうくらい痩せてるからさ、なのに食べないんだもん。一番マチャがさ、食べないんだもんって感じよね。けんたまさん、鎖場とかあったのですか？鎖場ってなんだ？掴むみたいなところのことかな。ああ、なんかね、時々、紐があるところがあって、で、これは掴んでいいのかな、どうなのかななんて思いながらね、なんかちょっと掴んでやめてみたい。とかって感じで、そのね、ちょこっとだからね、山全体だったらもしかしたら、そういう富士山なんかはあるみたいじゃんか。掴んで登っていくみたいな、そういうのがあったのかもしれないんだけどね。で、他の人はね、スキーのさ、棒みたいのあるじゃんか。なんか、あれを持ってたんで、まあね、この人たちは登山したいだろうなっていう感じなんだけどさ。ただ、あれ持ってる人たちって結構、ね、なんかおじさんおばさんというか、私よりは年齢きっと上の人だろうなっていう人がさ、やってんじゃんか。いや、すげえ体力だな。すげえ体力だなと思ってね。今まで何とも考えたことなかったけどさ、思いがけず自分が登山をしてしまってな、その大変さを身に染みて、
体験したおかげで、いや、この人たちすげえな。本当にすげえなっていうね、感じでございました。ね。でさ、なんか多分その登山してきた人たちなんだろうと思うけどさ、帰りのバスでね、まあ一緒だったっていうの、最終のバスだったんだよね。で、それで、あの、後ろの席に、2人いて、で、私が1人いて、みたいな感じでね、3人で最初バスに乗ってたんだけどさ、まあ、後ろでね、男性と女性の、まあ、おそらく夫婦なのかなっていう感じなんだけどさ、その登山が趣味の2人なのかなっていう感じなんだけどさ、なんか、大阪弁だったんだよね。で、なんか関西の人なんだなぁなんて思って、まあ、わざわざ来たのか、それともね、出身が関西なのかわかんないけどさ、まあ、とにかくさ、日本語が聞こえてくるから日本人、まあね、関西弁だからさ、日本人だなぁとは思ってたんだけどさ、まあ、すごいのね。ずっとでっかい声で喋ってんの。その女性の方がさ、なんか、と思って。日本人でもそうなのと思ってさ。なんかね、ほら、外人が最近ね、もうさ、公共機関でね、なんかでっかい声でずーっと喋ってて、うるせえって私がさ、ここで吠えてたけどさ、こんなところまで来て、しかも日本人でな、もう同じ思いすんのかと思って、これなんだろうな、私の中にあるブロックなのかな。またそれ許してやれっていうサインサインなのみたいなね。そんな感じだったよね。なんかもうずっと喋ってるし、しかも声でっかいしさ、なんなんだろうな。なんだろうなって思ったよね。あれかな、また私の存在が消えてたから、誰もいないと思って遠慮しないで喋ってたのかな。大吉さん、こんばんは。いきなり登山。鎖場読んだんだっけ。天玉さん、中国の、火山かな。観光客多いですけど、えーっと、断崖絶壁ですごいですよね。そうだよね。やっぱり山は舐めたらいけないよね。そうで、私も一応最初さ、服装どうしようかなと思ってたわけよ。まあ、スカートじゃない方がいいかもしれないけど、暑いから、短パンっていうかさ、長くない、パンツで行こうかなっていうふうに思ったんだけど、まあ、でもね、虫刺されとかがあるから、その短パンは良くないよみたいなのをさ、ちょっと見て、確かにそうだなと思ってね、私なんか蚊に刺されやすいから、だから虫除けの意味があるから、そうだよねと思って、じゃあ暑いけどしょうがないジーパンで行くかみたいな感じで、まあ行ったんでね、まだマシだけどさ、他の人はやっぱりね、そのロープウェイとか、なんだっけ、ケーブルカーとかで登山できるよっていう話だったからさ、ね、高尾山みたいなもんでさ、そんなに大変じゃない山かなってイメージがさ、やっぱり他の人にでもあったみたいで、女性でね、まあ、ワンピースで、歩いてる人がいっぱいいたよ。ワンピースでヒーヒー言いながらね、なんか、もう嫌だとかって言いながらね、登ってる人いたよね。だからそれに比べたら私は、よかった。ジーパン洗濯しといてよかったよって感じだった。だから靴もな、せっかく新しい靴なのに、雨上がりだったもんだからさ、結構ぬかるんでて、地面がね。なので、地面というか土というか、なので、もうね、ドロドロ、ドロドロでな、っていう感じね。靴2足買えばよかったかな、みたいなね、気がしたよね。もう1個買えばいいか、これ、なんて思ってるよ、今ね。ていたまさん、予備知識ないと
軽装で登っちゃいますよね、そう。ね、だってさ、富士山ですら未だにさ、またなんか観光客が押し寄せてるらしいじゃんか。でもなんかスーツケース持って登ってるらしいじゃんか。それは無理だろうとかって思うわけよね。やっぱり格好は半袖短パンでな、サンダルでな、で、スーツケース引いてるわけよ。それは無理でしょ。どうすんだろうね、この人って風に思うんだけど、なんかね、観光客が押し寄せてるみたいでさ、もうそれをなんかね、思い浮かべる出来事だったね、昨日はね。ただ、まあ、そもそもさ、その案内にさ、無理なく初心者の人でもね、無理なく登れますよとか書かれてるから、だからそれがいけないよね。山なんで一応ね、それなりの服装にしといた方がいいですよぐらいなことはさ、ちょこっと書いといた方がいいと思うんだよね。それとかやっぱりさ、虫に刺されのね、可能性があるから、まあ、長袖長ズボンがおすすめですよみたいなさ、なんかそんなことをちょこっと書いといた方がいいよねって思うんだよね。なんかまるで高尾さん的な感じでさ、全然ね、余裕だぜみたいな。高尾さんでも結構でも疲れた気がするんだよね。だからまあ高尾さんよりは今回のがね、大変だったけども、ね、でもね、なんかそのイメージあるよなっていう感じの女性がいっぱいおりましたね。えーっと、藤井にスーツケースは言うかね。なんでそれ持ってきたのっていう感じだよな。てんたろさん、犬連れて登ってるでベトナム人もいました。あ、ね、なんか犬連れて行けるらしいよね。あれ、富士山の話。富士山はどうなのか知らないけど、でも、まあ、連れてる人がいるってことは大丈夫なんだろうね。ただ、犬はどうなんだろうね。高いところ大丈夫なのかね。そういうこと考えないのかな。なんだろう、インスタ映えで連れてってるのかな。ね、それとも犬喜ぶと思って連れてってるのかな。ピョンさん、富士山は、富士山だからそうだな。てったまさん、ピョンさん、言われてみると、藤子さんですね。そうなんだよ。いい名前だろ。我ながらいい名前つけたなと思ってな。そうなんだよね。その割には全然伸びないけど、伸びないけどおかしいな、みたいなね、感じだよね。タロットカードにはちょっと時間が短くなっちゃったかな。あと何の話そうそう。で、昨日言ったのは、やっぱりね、ペット入れるケース、ケージっていうのがあって、あ、なんだ、なるほどね、と思って、犬連れてる人いたんで、で、犬乗せられますかなんて言って、だから山はペット大丈夫なんだろうね。で、バスか。バスに乗るときに犬乗せられますかなんて相談してる人いたんだよね。で、あ、犬いるなとは思ってたんだけどさ。で、そのロープウェイだかケーブルカーの乗り場にあるんだよね、ペット用のケースがさ。ってことは、まあ、乗せられるっていうことだよね、なんて思って。ただまあ、そのね、富士山の場合はさ、高山病ね、人間だってさ、そういうのはあるわけだからさ、犬なんかね、体ちっちゃいの、もともとそこにの土地に住んでるとかっていう動物であればあれだけどさ、ね、研修にもよるんだろうけどね、どうなんだろうって思うよね。てざまさん。富士山は一応ペット連れの、規制はありませんが、動物も高山病にかかりますのでね。だからさ、そんなね、自分の大事なペットをさ、富士山に連れて行こうっていう考えには至らないんだけどな。やっぱりあれか、高尾さん的な感じで考えてんのかな、富士山のことな。ピヨンさん、藤子さんはいい名前だからそうだろう。
そうだろう。日本を代表する名前だろう。なあ、いい名前つけたなと思ったのに、その割には、広がらないな、みたいなな。ピョンさん、藤子さんは可愛いし、綺麗だし、魅力的だし、何の文句あんのね。何の文句あんだろうね。アンチコメントばっかり来るんですけど。まあ、この生意気な態度というかな、なんかこびない姿勢っていうのかな、そういうところがムカつくんだろうね。しょうがないじゃん、これしかできないんだからって感じかな。やはりピョンさんは藤子さんの一番のファンですね。ありがとうございます。じゃあ、明日の誕生日のスパチャも、楽しみに待っております。レインボーなんだね。レインボー見てみたいね。レインボー見たことないもんね。ピンクのは見たことあったけどな。レインボーは見たことないよね。見たいね。レインボースパチャ見たいね。ピョンさん、てんたまさん、またまた。ね、で、昨日は、えーっと、筑波さん行って、で、全然ね、もう知識なく、普通に選択してさ、ね、で、出たわけよね。だからさ、本当はもっと朝早く出るつもりだったんだけど、まあ選択するとな、まあそんな時間になっちゃうよなって感じでさ、9時過ぎぐらいに家を出たわけよね。そしたらさ、切符買うところでね、間違って乗り換えの改札出ちゃったわけよ。で、切符買わなきゃいけないのに乗り換え出ちゃったから、あ、しまったと思ってさ。で、そこをさ、駅員さんがいない改札でさ、なんかピンポンってボタンを押すようになっててさ、押してくださいみたいになってたからさ、お、これ初めて押すぜ、なんて思って。ピンポン押して、で、どうしましたみたいのでね、あ、切符買いたかったんだけど、乗り換えのところでできちゃって、つって、あ、今、係員そちら向かってますんでって言われて、あ、つって、そしたらなんか女性の係員さんだったんだよね。で、ね、あ、来たなとは思ったんだけど、その女性の係員さんがさ、すげえ早口でみたいなね。すげえ早口でちょっと怖かったんだよね。で、まあ、とりあえず出してくれて、で、なんか、どこに行くんですかみたいので、あ、お得な切符をね、買いたいと思っててっていう風に言って、で、なんかお得な切符もいろいろ種類あるんだって。で、私はそんなこと知らないからさ、自動改札機で買うもんだと思ったからさ、で、自動改札機ね、で、なんかね、悩みながらやれば、なんとかなんだろうと思ってさ、まあそこで買うんだろうと思ってたから、そのつもりでさ、特にね、他の切符の知識なんかないままさ、出かけたもんだから、で、その早口のお姉ちゃんね、女性の係員さんが、対応してくれたもんだからさ、何言ってんだかわかんないし、で、切符いっぱいあるんですけど、どれですかとかって言われても、いや、わかんないし、わかんないし、いや、筑波山行くお得な切符が欲しいんですけどって言ったらさ、なんか、なんとかかんとかに行くのとか、なんとかかんとかのとかがあるんですけど、どれですかとか言われて、わかもうわかんないしか言えなくて。で、ね、こちらの、なんだっけ、そのカウンターっていうのかな、自動販あの、券売機ではなくて、そのね、係員さんを通して買うチケットだったらしくてさ、こちらで、買うやつなんで、なんて言われて、あ、そうですか、みたいな感じでね、じゃあここに置いてください、みたいに言われてさ、で、パスも置いて、でね、なんか、何回も言われんだけど、何回もわかんなくて。もうそこでくじけそうになって、今から行くんですかみたいな感じだからさ、無理なのかなと思って、今から行ったんじゃ、全然ダメな感じなのかなと思って。で、ね、その行った先のバスの時刻表とか、調べてありますとか言われて、いや、調べてないです。今回は今回は大概、よそ行くときはもっとね、綿密に調べんだけど、それはさ、前もって情報が全然ないわけよ。
だから全然ないんで、これいけんのかな、どうなのかなっていうところをさ、まず調べるところからやらないと、無理なんで、綿密に調べるんだけどさ、今回は、とにかく、ね、切符でここまで行って、ここまで行って、で、ここまで行って、全部乗り物でさ、行けそうな感じだったから、まあ、だったら大丈夫でしょうと思ってさ。で、ね、まあ、午前中に出ればなんとかなるでしょうなっていうふうに思ってたのにさ、今から行くんですか？日帰りですかとかって言われて、え、無理なのみたいなので、えって思ってさ、どうしようって思ったんだよね。今日全然行く気でいたけど、え、他のところ行くのなんか全然計画してなかったから、え、どうしようとかって思ってて。まあ一応ね、行けなかないよ。行けなかないよって感じだったんで、じゃあそれで行きますみたいなことになって。で、最初だからさ、そんなんだからさ、え、怖い、無理なの、ダメなのと思ってさ、チーンってなってたんだけど、結局ね、まあそんなバスの時刻までさ、調べてくれたわけよ、私の代わりにさ。なんか急いで、で、今から行くと、この時間のバスには間に合わないんで、次がこの時間なんですよって言われて、ああ、なるほど。そうか、みたいなね。まるで小豆島の、なんだ、フェリーを思い出すようなね、ことが起き。それだとなんだろう、帰ってこれなくなるのかなと思ってさ、とかって思って。まあでも、その、山にいる滞在時間が短くなりますよっていうので大丈夫ですかっていう意味で聞いてくれてたみたいでね。じゃあまあ、大丈夫。大丈夫ですっていうのでね、とりあえず私はこの切符を使えればいいんだと思ったんでさ、まあ行ったんだけど、まあ行ったら行ったで、ちゃんと登山だったんでね、もうヘロヘロで、もう足ガクガクで、ああ、もうな、確かにこの時間じゃ無理だったと思ってね、もうちょっと時間見とかないと危なかったなっていうね、経験だったな。まあ、とにかく私は帰らないと猫が死ぬと思ったんで、もう必死こいて、どうにかこうにか絶対帰らなきゃいけないからって思いでね、昨日は登山してまいりましたよ。レインボー。天玉さん、レインボーは土の子よりレアですよ。そうだな。土の子のアイコンなんかあるのか。北海道さん、ジャスティス、新紙幣をまだ見てない。北海道さんですね。なんかデザインがバラバラでキモいとかっていう話だったよな。ピヨンさん、藤子さん好きですかける1000。天玉さん、北海道さん、お久しぶりです。北海道さん、天玉さん、ご無沙汰です。天玉さん、北海道さんはレインボーマンですか？そうです、レインボーマンです。北海道さんは間違いなくレインボーマンのはずです。ピョンさん、藤子さん大好きです。どうしたらこの思い伝えられるかな？北海道さん、新紙幣が必要で、ゆうちょ銀行へ問い合わせをしましたが、新紙幣の両替はしてないそうです。足ガクガク。そんな登山するような悠長に行ってきたのか。な、両替、両両替じゃなくて、なんか、引き落としだと普通のが出てきちゃうのか。どうなんだろうね。ゆうちょじゃダメってこと。普通の銀行なら大丈夫だったってことなのかな。てんたまさん、ピヨンさんがレインボーマンに変身すれば伝えられますよ。そうだな。間違いない。間違いない。てんたまさん、北海道さん、窓口両替の際に、新紙幣混ざってると嬉しいなって、ぼそっとつぶやくと、数枚入れてくれるらしいですよ。へえ、そんなことできるのか。すげえな。初日だと難しいんじゃないの？やっぱりそういう人たちが殺到してるからさ。何日か経ってね、熱が冷めたぐらいだったらできそうだなとかって思うんだけど、初日でもできんのかね、それってね。フィオンさん、返信
レインボーね、話やちゅうわけで。本日も竹縄ではございますが、いいお時間にならねえぞ。なってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。山さんじゃない、北海道さん。そういえば2000円札ってどこに行った？そうだよね。どこ行ったんだろうね、2000円札ね。全然見ないよね。てんたまさん、すべては銀行員のお姉さんのさじ加減、そうだね、お姉さんって言えばいいのかな。でもさ、疲れた。てんたまさん、今夜もありがとうございました。はい、疲れさせてしまって申し訳ねえ。あとは寝るだけなので、ね、疲れを取ってくれ、ちゅうわけで。本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいと思う？じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。